ここが好きだよ日本人へようこそ。ノーと言えない日本人、これは欧米諸国の人々と比べてごく控えめでシャイな日本人を表した言葉である。そして世界的に知られている日本人の特徴の一つである。欧米諸国の方は日本人と接することで性格の違いから不満を抱えたり物足りなさを感じたりするのでしょうか。そんなことはありません。実際に日本に来た海外の方は口を揃えて日本人は優しいと言います。では海外の方はそんな日本人のどういったところに魅力を感じるのでしょうか。こんにちは、私はルーカス。カナダ出身の42歳です。今は日本に住んでいて主婦をしています。日本に初めて来たのは今の夫との結婚を決めた後だったかな。それまで日本の文化や食にあまり触れてこなかったけど、一時すごく興味を持っていたのが日本のアニメのドラえもんだね。高校生くらいの時に見ていたわ。秘密道具を除けば日本の街並みや生活、小学校の学校生活まで知ることができたから、とても興味深く見ていたの。日本のものに初めて触れたのがドラえもんだったから、当時の私の日本のイメージはドラえもんの世界だったの。主人公は未来から来たロボットなんだけど、ただのロボットじゃなくて猫型のロボットっていうのが可愛らしい。子供からの人気が高いのも納得ね。でも私が興味を持ったのは猫型ロボットのドラえもんじゃなくて、彼の相棒的な存在ののび太くんなの。泣いてばかりだったから日本の男の子はみんな弱々しいと思ってたわ。彼は同級生の番長的な人にいつもからかわれているの。そしたらのび太くんはいつも泣いてドラえもんに助けを求めるっていうのがいつものお決まりの展開だったね。これが毎回だから、日本人は弱い人をからかうしすぐに泣いてしまう人だって勝手に認識していたの。だからその当時は日本人に対してあまりいい印象というのを持っていなかったね。その印象を変えてくれたのが今の旦那さんなんだけどね。でも日本に来ていろんなことを体験したりいろんな人と交流したりする中で、日本人に対する私の印象は劇的に変わったわ。日本はいいところだなと感じたのはやはり人が優しいというところかな。日本に限らずだけど、初めての国を一人で行動するというのはなかなか無茶な行動よね。私も初めて一人で買い物に行こうとした時、目的地がどこにあるのかも道順も全くわからなかったの。人に聞きたいのだけれど日本語も話せないし、夫は仕事で電話もできないから頼れる人がいなかったの。あの時は家に帰ることもできるかわからなくなってとても不安になったわ。地図らしきものが書かれている看板の前でずっとうろうろしていたら、一人の男性が声をかけてくれたの。私は何度もありがとうと言ったのを覚えているわ。何かお困りですかと聞こえた瞬間に、安心したのか全身の力が抜けたの。感謝の気持ちを述べた後は道に迷っていること、電車の乗り方がわからないこととか自分が困っていること全部を話したわ。そしたら切符を一緒に買ってくれて目的地まで一緒についてきてくれたの。その移動中も私が不安にならないように必死に英語で話しかけてくれたの。彼も少しアメリカに留学していたらしくて、会話をできたから楽しい時間を過ごしたわ。目的地に着いたら彼は駅の方へと戻っていったわ。どうやら彼は私を道案内するためだけにここまでついてきてくれたの。自分に対する見返りを求めるわけではなく、本当に純粋な困った人を助けたいという気持ちだけで私に声をかけてくれたのね。その時、日本人は自分に見返りを求めずに行動できる優しい人なんだなぁと感じたわ。帰りは彼が帰りの分まで一緒に切符を買ってくれていたから無事に帰ることができたの。帰りのことまで考えてくれているなんて素敵な気遣いを感じることができたわ。彼はきっ
とモテるわね。その後は買い物をしたのだけれど、あの日は日本人の優しさを感じた一日だったわ。その日は雨が降っていたの。これから買い物をするというのに濡れた傘を持ち歩くなんて気分が下がるなぁと思っていたの。でもそんな心配をする必要はなかったわね。お店に入るとビニール袋が置いてあったの。なんでこんなところに？商品を入れるには早すぎない？なんて思ってたのだけど、それは傘を入れる用の袋だったの。よくよく見たら、日本語の横に傘のマークが描かれていたから分かりやすい指示だわ。他国に行って言葉が通じなくても視覚的に訴えてくれるから助かるのよね。しかもその袋はちゃんと傘用に細長いものだったわね。それで傘をビニール袋に入れることができたから、雫が商品に落ちてしまうんじゃないかなんてことを気にせずにお買い物ができたわ。こうやって人だけじゃなくて商品に対しても気を使っていることがよくわかったわ。その気遣いが、私たち買い物に来たお客さんが商品の汚れを気にせず気持ちよく買い物のできる環境につながっていくのよね。買い物を終えて帰る時にはそのビニールを捨てるゴミ箱まで用意されていたの。おかげで濡れたゴミをどうしようかなんて思わず気持ちよくお店を後にすることができたわ。いろんな気遣いで日本人の優しさを感じることができたから、その日は気分が良くていろんなものを買ってしまったわ。だってどこのお店に入っても店員さんが「いらっしゃいませ」って声をかけてくれるから、迎えられている感が伝わってきて居心地がいいのよ。お店を出る時には「ありがとうございました」って言ってくれるしね。でも何も買っていなくても「ありがとうございました」って言われるから、少し申し訳ない気持ちになることもあるわね。それでね、家電を買ったのだけれども、あれって大きくて運ぶの大変でしょ？でもね、あれって商品の入った箱に取っ手がついているの。だから持ち運びも楽にできるから助かるのよね。特にまだ日本で車に乗れない時とかは歩いて移動していたから、あの工夫はすごく助かったわね。誰がここに取っ手をつけようなんて考えたのか。きっとその人は優しい人に違いないわね。お店を出るときは私が角を曲がるまで店員さんがずっと頭を下げていたの。それはなんでそこまでやるのか不思議で、とても興味深い出来事だったわ。でも時々日本人の人は気を使いすぎて疲れてしまわないか心配にもなったりするわ。この間テレビで見たんだけれど、日本の会社にはクレームを専門的に受け付けている部門があるそうなの。そこでは日々お客さんからの電話を受けているらしいの。もちろんクレームばかりではないのだけれど、大半はクレーム。毎日そんな電話を受けて大変だろうけど、いつも冷静に受け答えをしているの。それでお客様からの問題をしっかりと解決に導いている姿を見たのだけれど、あれこそプロの仕事って感じがしたわ。感情的にならずに仕事に打ち込む日本人の姿は素敵ね。こんな風に日本で生活してみると、住んでこそわかる日本人の優しさがあることが分かったわ。振り返ってみると、日本に来てすぐの空港で日本人の仕事の丁寧さや優しさを感じることができたわ。空港で荷物を受け取るときには大概ベルトコンベヤに乗って運ばれてくるわね。これはどの国の空港でもそうだけど、その扱いが全然違ったわ。海外だと荷物がベルトコンベヤに乗せられるときに坂道を下った勢いのまま壁にぶつかったり、スーツケース同士がぶつかったりして傷ついたりしてしまうのよね。でも日本の空港では係員の人が律儀に並べてくれているの。あれは目立ちはしないけど、私たちにとってはとてもありがたいことよね。顔の見えない方にまで気を使えるのは日本人の特徴よね。いくら仕事だからって普通はあそこまでやらないわね。初めて見た海外の人だったらやりすぎじゃないのときっと驚くわ。私も日本に来て何度もなぜそこまでやる必要があるのと思ったことがある。その疑問に対する答えとしてこんな言葉を聞いたことがあるわ。お客様は神様。
これは日本人のサービス精神の根源にある考え方なのでしょうね。決して宗教的な考えではなくて、お客様に対するリスペクトを忘れないで接客するためのおまじないみたいなものなんじゃないかなと思うの。リスペクトしているからこそお客さんの声に耳を傾け、細かいところまでに目が行き届いているのね。それはもちろん会社やお店に教えられたマニュアルや日本の常識に従って皆が行動しているからであって、それも誰かを思っていないと実際に行動には移せないことよね。オリンピックの東京招致の時に女性がスピーチで言っていた言葉があるよね。おもてなし。あれは日本に来てこそ感じられるものね。日本のサービスの高さを感じる人が増えれば、いつの日かきっとそのおもてなしが世界共通語になる日が来るわね。日本人は弱い人ではなくて、相手を思いすぎる優しい人たちなんだなということを日本に来ていろんな人と交流することで分かったわ。誤解したままじゃなくて自分の目でしっかりと誤解を解くことができて本当に良かったわ。その国の人のイメージなんて当てにならない。実際に行ってみることでそのイメージなんて簡単に変わるということがよく分かったわ。はじめに、日本人はノーと言えないというふうに言いました。しかしそれはノーという前にとりあえずやってみるというような心意気のようなものにも受け取ることができます。ルーカスさんのように日本に来て実際に優しさを感じることで、ノーと言えない日本人という一つの言葉の意味の捉え方も変わってくるのではないでしょうか。他人やテレビなどで言われている情報を知識として入れるよりも、実際に経験することの方が考え方に大きな影響を与えてくれると思います。そのようなことをルーカスさんの体験から学ぶことができたのではないでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。